今日また緊急で動画を撮っております。すごいのがあるんですけれども、はい、いいですね。いいですね。はい、行きましょう。はい。こんにちは。こんにちは。こんにちは。RC 東郷。こんにちは。こんにちは。ドスログです。山本です。はい。世界の山本さん。神山本ですね。神山に改名しました。前回のね、タミヤのワールドカップで水槽でね、見事優勝していただいた方なんですけれども。いや、もう恥ずかしいじゃないですか。やめてくださいよ。いやいやいや。マシーンとかもね、かなりいい感じに仕上がってるので、そちらのマシーンを見ていきたいなっていうふうにね、思ってるんですよね。はい、お願いします。はい。じゃあまずこちらの方になっております。これね、アディクションさんの S13 のバーフェン付きのボディになっております。一応中はもう至って普通の進撃の山本ですよね。もうバッテリーの位置以外は全然至って普通じゃないかなっていうふうに思います。これの仕様の方をちょっと伺っていきたいんですけれども、はい、民山本さん。はい。でも、本当に実はそんなに難しいことしてなくて、フロントのこのアームだとか、アームってこれですよね。はい。アッパーム、ロアーム、であとこのワイパーですね。ロアームはこちらですね。はい。これテクラボ RC さんのやつをそのまま使わせていただいてて、特に苦労することもなくつけて、もうそのまま使ってます。ちなみにナックルはこれはデーブ D さんの光るナックルを、使わせてもらってます。そう難しい何かこうあれをしたわけでもなく、加工をしたわけでもなく、そのまま使っていただいてる感じですよね。ワイパーも全然何も加工してなくて、でもう本当に開発者の三浦さんを前に言うのもなんなんですけど、本当このターンバックルが前にあるじゃないですか。この1本があることで、この切った時に反対側を押してくれるんで、ガタつきとかがなくて、すごい深い角度で安定するんですよね。これが本当にすごい狙いを持って作られた部品だなっていう感心しました。この後ろ側のこの部分、このサーボからついてる部分とこの前の部分が長さが違うじゃないですか。で普通長さ一緒だったらね、そのままスル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 まあ当たり前に動くんですけど、なぜあえてこう長さがね前後違うかというと、奥が強くしたかったっていうのの保持力をこうキープするために、あえてこれは長さを違う風にしてるんですけど、あとまあガタつきですねをなくすために、つけているパーツになりますね。なのでもう他の TT に比べて何が違うかっていうと、そういう深い角度旋回した時のやっぱり力強さ、それをやっぱり表現したかったので、こういうふうに設計したというところですね。これはありがとうございます。で全然突き出し量も変えてないんだよね。これは最初に組んだ時からが結構最初からドンピシャでいい値出ちゃったんで、試行錯誤することもなくやってますね。一応ねこれ突き出し量を増やせばまたアッカーマン変えれるんですけど、そこですね。はい。特にそれはそのままの値でやってもらってるって感じですもんね。ありがとうございます。他には何か工夫されてるリアセクションに関しては何かございますかね。とりあえずリアの足、今はアルミのアーム使ってるんですけど、これ TT の02のアームをそのまま使ってまして、シャフトですね、ボーンを両端を切ってますね。それはなぜ切りましたから？突っかかるからですね。もしかしたらタミヤの方には常識なのかもしれないんですけど、この車高が下がった時に足が全然上がらなくなっちゃって、今もうちょっとしか上がらないんですけど、ボーンをそのまま使うともう突っかえちゃって、もう車高ゼロまで落ちないんで、ボーンを両端をヤスリで切ってますね。丸いところの角を削っていくって感じ。でそこまでしてなぜそれを使うのかっていうと、やっぱこれ短いのと軽いんですよね、シャフトが。普通の鉄のユニバーを使うと、ちょっと回転の上がりとかが重くなっちゃうんじゃないかなっていうふうに思って、せっかく TT の特徴なので切ってそのまま使ってます。結構ドッグボーンそのまま使われる方多いよね。そうバッテリーが上についてますね。はい。バッテリーはちょっとこだわりがあって、これちょっともしかしたら吸いにくいかもしれないんですけど、パスタバーから出とるんだよねこれ。そうですそうです。皆さんギアボックスのこの辺にあるネジに止めるんですけど、どうしてもサスタワーから出した方がトラクションがいいような気がして、でサスタワーから出してサスタワーから出したいんで
加工の容易なカーボンのダンパー製なんかに交換して、これはなかなかいいね。うちもこういう風につけれるように穴をね移動させてみようかなというふうには思ってますね。バッテリーのプレートの方をね。で今回ね山本さんにちょっとつけてもらってるのはちょっと違うアッパーアーム、今までのバージョンプロっていうアームとちょっとまた形状が違う。これもバージョンプロなんですけど、バージョンをまたさらに進めたバージョン2なんですけれども、あと素材が材質がですね変わってます。前のモデルがこういう形をしとったと思うんですけれども、そこからさらに皆さんがこうしてほしいああしてほしいっていうのもありましたし、僕の思いもあるので材質も変えてよりねクラッシュに強い材質に変えたのと、あとまた形状にさせてもらって保持力がね上がっているということで、結構この5統合でもつけてもう走ってもらってる方いるんですけどね、調子がいいって言ってくれるので、山さんもねさっきなんかすごい変わったって言ってくれたんで、すごい変わりましたね。反応良くなったんで、ありがたいです。商品化に広告たいということで、そうですね。はい。今月中にはねこれ出しますんで、またぜひホームページの方でよろしくお願いしますって。カブイは逆にこれすごい安いサーボ使ってて、もう何年前のサーボなんだよって。S の9570ってもしかして今だとサーボもCD700 とかいいやつだったら、いや性能もいいんですけど、やっぱ高いじゃないですか。そうです。全然 TT ってもともとフロントが強いので、そうですね。1万円ぐらいのサーボだとか、この何世代も前の古いサーボでも遊べるっていうのがすごいいいなと思って使ってます。今だとどうでしょう、 SC400 とか300とかねありますけど、あれもすごくおすすめのサーボですよね。それもいいと思います。最近よく出ますね。これも人気ですよね、あれなんかすごく。これは GYD の550がついて、アンプはこれはプロ4です。あとモーターが DX1R。なるほど。 13.5。 はい。固定心拍がですね、今このメモリ見ると35ぐらいになってるんですけど、これ逆転仕様なこれ25相当ですね。 TT 僕初めて組んだんで組み方最初分からなかったんですけど、逆転でも普通に組めるじゃんと思って逆転で組んで、意外と逆転でやる人他にいるんだと思ってちょっとびっくりしちゃいました。ギアはどうしてる？デフは01の01デフですね。重たいリングギアのやつですね。アンチウェア入れてます。なるほど。重いねリングギアも結構効きますんで、ここ統合にもねあるんで、ぜひって感じですよね。いいですね。あれは。いいですよね。じゃあ山さん行きましょう。はい、行きましょう。よろしくお願いします。お願いします。